では、パート2やっていきましょう。今回は東の2曲で親からスタートですね。最初の手を見てみると、玉の風としても自分の風としても使える東が2枚ありますね。この状況の場合、東は自風と馬風の両方に私が当てはまっている状態になりますので、さらに点数アップが見込めます。これは出た瞬間基本ポンしちゃっていいと思います。すぐ右の人から出たのでポン。で、一番使わなそうな急走を捨てていきましょうか。3万引ければ採用ですが、赤いウーピン使いたいんで、欲を言えば赤いウーピンに4とか6とかをくっつけて、2万1万切っていきたいですね。4枚しかない3万がすでに2枚切れていて、もう山にはほとんど残ってなさそうですね。この過程で2万重なりましたね。2枚切れている3万より2万とパーソーそのものの方が期待できそうなので1万切っちゃいましょう。すぐパーソー出たんでしぶしぶポンしてウッパーマンのテンパイですね。こっから先は何も考えることないです。今日の夕食でも考えながら優雅に過ごしましょう。こういう余裕が麻雀中に生まれてくれば、さらに相手の手配だったりも考える時間増えていきそうですね。ただ対面で打ってる皆さんに関してはぼーっとしすぎて見逃すのはアホらしいのでやめましょうね。いつの間にか対面から出てロン。2900の上がりですね。泣きが入るといつテンパったのか分かりにくいので、周りから出る確率も多少上がります。はい、曲、シーン変わりまして、今回の手も単ヤオで上がりが取れそうですが、リーチを本線にしながらも単ヤオを見ていきましょう。それまでは適当に自敗と端っこの牌を処理しながら考えていきましょうか。その間に右の人すっごい泣いてますね。今にも上がりそうというところで、ちょっと私も欲しい8万が出てきました。前回もうまくいったし、今回ちょっと泣いてみましょうかって言って、今回ちょっと泣いたんですけど、すぐに左手の人からリーチ来ます。はい、ポンなんてしなければよかったですね。私もこういう時教材ということもあってポンしちゃったんですが、うまくいきすぎてると、ポンしての単ヤオに結構頼っちゃうんですよね。これは私もガチで打つとき結構注意しないといけないポイントなんですけど、前回講義で話しましたね。泣く時の条件なんでしたっけ？早い、高い、上がりやすいでしたね。前回の実践編では、1回目は高い、2回目は上がりやすいから泣きました。で、さっきの東ポンの時も早そうだったので泣きましたね。今回どうですか？ E マンも E ピンもまだ手の中にあって単ヤを完成しきってないので全然早くないですね。で、当然形できてないので上がりやすいわけでもない。で、私の手どこか光ってますか？何も光ってないですね。ドラもないので高くもないです。こういう手で上がりを急いでポンとかチーとかすると今回の私みたいになるので注意しましょう。もうこうなったら勝負するしかなくなってきますね。はい、案の定相手のリーチに捕まって被弾ですね。たまたま今回2600点とそこまで高くなかったので助かりましたが、全然8000とか12000とかも出てくるようなタイミングだったので、無謀な泣きは身を滅ぼすということが今回分かりましたね。結果、この対局は終始リズムをつかめず3着となりました。調子乗らずに泣かずに進めていれば、2着になるチャンスぐらいはあったかもしれませんね。はい、後語りです。ということで今回は泣きとその際に使う単ヤオと薬杯について説明しました。上がりにくい高い手を上がれたり、手の進みが速くなるメリットもある一方、使い方を間違えれば自分の大幅失点につながることも理解していただけたのではないかなと思います。これまでは上がりに向けて手を進めていたので必然的に泣きたいなと思う範囲が多くなってきて、結果早くも高くも上がりやすくもないところで泣く誘惑に駆られちゃったかと思うんですが、そもそもここまで来ると一つの疑問が上がってきますね。すごい悪い手なのに、安い手で泣いて結果勝負するぐらいなら、最初から守備意識して進めてた方がよくねっていうようなことが次回の題材になってきます。次回は悪い手のさばき方を解説していきます。では皆さんまた来週お疲れ様でした。